持ち上げていただいてね、美しいな。ね、こんなに。これはおそばの、いいね。粉で仕入れてたりするでしょ。うちの言うと、これ自家製粉ってよく言うんですね。言うんですけど、農家さんから、契約農家さんから入ってね、その相手のスタンベってね、大練習、ブランド品なんですけど、これをですね、一応もう前日引きしていくわけですね。ちょっとわかりづらいかな。これちっちゃい小粒ちゃんなんですよ。小さい小粒なんですけど、在来種って小粒が多いんですけども、こんなちょっと可愛らしい玄そばですね。よし、これを今から引いていきます。まずはこちらです。先ね。終わった後はこれも使わないですか、そのガラスバカラ枕とかあるじゃないですか、穴に使ってですね、これがこの粗砕きされた引き割り機っていうんですけども、粗砕きされたこの中くらいの柄と正味のですね、身の部分ともう一個ね、さらしなって呼ばれるんですけど、これはこれでちゃんと用途があって使うんですよね。あとでも配合を混ぜていくんですけど、これをですね、よっこいしょ。カットしていくわけですよ。としてきて、で、石にしていきたいと、言うてる間に出てくるんですけど、さーっと粉が取って、これがさっきの別のからですか。より細かくなってくる。これが綺麗な、細かく引かれた粉ね。で、少し黄緑な感じしません？こんな感じで鮮度の悪いものって言ったらこんな感じ色ちゃんとしてますね。はい。最終テーブルにして完成させます。いろいろもう使い分けてますよ。初め福井使ってたりとか北海道使ったりとか、結局最終今の島根に行き着くんですよ。ひときわ目立って小粒ですね。小粒やから難しいですよ。甘皮部分の含有量が多いっていうか、単純に美味しいかな。
やっぱ味的にも違う。味全然違います。産地ごとに全然違うんですけど、原産はこの三角形の実してて、外皮から内装粉にかけて成分が違うんですけど、大粒の粉よりも小粒の粉の方が同じキロ数でも粒の粒子が多いわけですから、表面積多いんですよ。外皮の方が味が濃いっていうふうに簡単に説明するとあるかな。だから小粒の方がうまみとか多いって言ったらおかしいけどね、が多いかな。農家さんがこのさひめそばっていう名前を付けてるのは商標ですよね、付けてるんですけど、やっぱりポットでた農家さんが作ってるサンベもサンベだし、熟練の農家さんが作ってるサンベザラシもサンベザラシ、味全然違うんで、そうやってできる農家さんとは全然もうレベルが違います、単純に味の違いと僕ら素人が思うと、実際香りがやっぱり一番違うのかなと思うんですけど。香り一番分かりやすいですね、打ち方によっても香り飛ばしてしまったりとかもするんで、こんなところも職人の腕の見せ所かなと思いますけどね、味が濃い、香りがすごいきついというか、いい香りがするっていうのは、原草それぞれに差はありますよね、なんですけど、当然保存状態とか、今やってます異臭するって言われてるんですけど、粉にしていくその製粉の過程でも、マイナスもプラスもできちゃいますね、美味しくもまずくってかしな、香り飛ばしちゃったりとかもしてしまうのでね、いかにそこを理解しているかってことですね。特にうちなんかも10割専門通りなんで、本当にそば粉と水しか使わないんで、どうやったら美味しいかっていう原理原則ですよね、材料を理解するって書いて料理でしょ、いかにこのシンプルな粉の理解をするかですね。昔に8もやってました、外にもやってたり、いろいろ試行錯誤してますね、何が美味しいかっていうところ、香りがすごいっていうことでもないんですよ。28が黄金比やっていう職人さんも言ってます、つながりもいければ食感もいいとかってええとこいっぱいありますからね。今は自分はそうですね、本当に職人の意地がこだわりというか、意地に近い。水もちょっとこだわりの温泉水使ってます、超軟水ってやつ、水回しなんていう作業なんですけど、手から伝わっていく質感とかね、粉の変化なんか目で見たりとかして、吸水加減とかね、ってなってきます。いい感じ。水がきますよ。練りすぎても分かるんですよ。小麦粉が入ってないから、練ったところでグルテンなんて発生しないんですよ。適正な水分さえね、入れて吸水させたのがちゃんとつながるのはつながってくれるんですよ、やっぱりとはいボソボソであんまり美味しくないとか、いう方もいますけどね、それってこの水回しの加減でどないでも、パフォーマンスみたいなもんですよ。菊練りっていうね、名前ついてる作用あるんですよ。菊の花びらみたいな模様がですねついてくるということで、こんな感じで菊練りのやってます。すごい。中央に肉厚を寄せてくると、たまたまこんな状況になるんですよ。和菓子の練り切りみたいな感じかな。手で演出している作業になるんだけども、基本は起こす転がすで表面を磨いてます。つるつるに仕上がっていきますね。はい。工程を踏んでいくとこんな感じで地図がなくなってくる。
ね、厚み見てるんですけど、どうですか、ね、見づらいな厚みの感じにね見たりするんですけど、もうちょっと何枚目が厚みだとかだったら直して厚みは大体何ミリぐらいとかって基準はね、僕はそんなに薄く、お店のメインのね、このお蕎麦はそんな薄くしないです。1.8、1.78ぐらい、7、8ミリですね、ぐらいか。どうぞ思ったら期待していこう。あれかな、乾燥の時期やっぱり、ああ、そう。特殊な関西でうちがやってまして、
これ他にはないです。ちょっと色が違う。けんの？母ちゃんいけんの？あ、いける。こので。なんで？混ぜろ。いいよ、終わりじゃ。はい。
したはい、同時進行で参りますのでね、はいと真似をしてついてきてください。真似をしてね、回して混ぜ。きれい。飲んでください。まだ5分10分でもいいですよ。そこらしくやってみてくださいよ。まずお手本を見せます。種も仕掛けもございませんと、さあ参ります。いきますと、あらあら綺麗になりました。こちら持ち上げていただいてね、トントントンと。美しいな。ね、こんなに。すげえ。もういった、いった。のことで思っただけになりますけど。鍵もないじゃん、たまに。
西村さんとこね、うんラーメン屋さんは、ちょっと独自というか、もう、あれも唯一無二ですね。あちらも手打ちのラーメン屋さんですから、うんあれ個人的にも大好きです。うんはい。八尾の旧法寺口やるんですけど、そこの焼き鳥屋さんですか、もうコース仕立てで、メニューはなくて、もうお任せコースだけなんですけど、もう予約せんといけないんですけど、そこもおすすめですね。お名前は旧法寺口恵比寿って言います。はい、恵比寿さんですね。布施にもともとあったんですけど、それが旧法寺口に移動しまして、もう個人的に好きな、友人の店ですよ。もうあるんです。それがシーズンさんって森口ですけど、ここはちょっと本当になかなか行けない、予約取れないお店なんで、なかなか難しいと思う。創作和食なんですけどね。そこもおすすめですね。予約が困難ですけども、ぜひ取って行っていただきたいと思います。はい。ベンチさん、あそこ、とにかく癖強いです。はい。で、癖強い大将が見たかったら、はい。今だとのベンチさん、ぜひぜひ。